はい、皆さん、こんにちは。今日は専門家の方に聞くというコーナーで、私の本当にお世話にずっとなっていらっしゃいました。スーパーパプリカ、鶴田ひろみさんをお招きしています。パチ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 。皆さんね、鶴田さんって本当にすごいんですよ。で、ご本人ね、いつも全然すごくないんですよっていう方なんですけど、私からすると、本当にニューヨークのスーパースター的なデザイナーさんでして、でね、ジュエル箱、酒屋さん、桃服、皆さんよく知ってる、ブルーボトルコーヒー。でね、ジュースジェネレーション、シカリシャスってね、なんかね、いつもね、時代の先を挑戦している方たちをサポートして、その時にあったものをシンプルだけど素敵、なんか入りたくなるっていうね、そういうデザインをずっとされてきているんですね。で、ニューヨークタイムズにも、オンタイム、オンバジェットっていう題名で、記事が載ったんですね。日本の方でオンタイム、オンバジェットっていうのは当たり前かもしれないんですけど、アメリカでは、インパッセボー、もうありえないです。オンタイム何言ってんのって言われます。オンバジェットそんなのあったっけっていうぐらいに、これはね、アメリカではね、期待しちゃいけないっていう二つなんですよね。そんな中、鶴田さん、ニューヨークタイムズにこのタイトルを付けさせたっていうのがね、もうそれだけでも大尊敬です。ね。もう何年になったかしらというところからは、もう鶴田さんに直接お話を聞きたいなと思いますね。本当にね、専門家の方たちの目から、聞けるアドバイスっていうのはね、貴重です。だからね、このお忙しい中、鶴田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。もう過去になっちゃった。もう、ありがとうございます。ということで、鶴田さん、お呼びしたいです。鶴田さん、はい、ありがとうございどうも、ます。こんにちは。こんにちは。鶴鶴田ひ田です。ろみさんです。はい。はい。では、自己紹介をお願いします。はい。スーパーパプリカというデザイン事務所をやっております、ニューヨークの鶴田ひろみと申します。出身は福岡の方で、ニューヨークにはもう25年前に来まして、きっかけは、まあ、ちょっとしたニューヨーク、まあ、海外の仕事を日本でやってた時に、ちょっと憧れのニューヨークに行って、ちょっと可能かな、自分でもできんじゃないかっていう、ちょっとこう、なんか変な希望と、を持ちまして、まあ、現実はちょっと違ったんですけども、そのきっかけがただ一つだけで来ちゃったという形ですね。で、来て気づくともう25年経ってしまったというお、感じになります。はい。そうなんですね。はい。そっか、九州男児、福岡。そうなんですよ。わざわざ福岡からって感じですよね。そうですか。そんはい。な、なんかできるかなと思っていらした方が、今や大スーパースター、デザイナー。いえいえ、そんなことはないですけど、全然もう地味にやってますけど。よくおっしゃいますよ。じゃあ、もともと、福岡でもデザイナーさんをやっていらっしゃって、ニューヨークに、そのいや、腕を試しに。仕事はもう就職として、まあ仕事は東京でやってまして、仕事で東京でまあ8年ぐらいやってる間に、まあこちらに来る機会というか縁があったのというのが一つですけども、まあそれまでは東京で働いてました。はい。その頃、鶴田さんが憧れていたニューヨークは、なんだったんですか？どういうところで憧れていらっしゃったんですか？仕事、まあ僕日本でもデザインの仕事してたんですけど、まあその時に、まあ当然海外のプロジェクトっていうか、まあ海外から日本でのプロジェクトっていう、まあ海外の方との接することが多かったっていうのと、なんかまあお客さん、日本のクライアントの中でニューヨークという言葉は結構その時は大きいワードで多かったんですね。まあそのファッション的なものもそうなんですけども、で、それでニューヨークってまあ一つの憧れの街みたいなところがあって、そこに2度ぐらい行かせていただいたときに、
まあいろいろ見ているっていうのと、まあ海外のデザイナーの方とかとも話をすることで、まあやれないことはないんじゃないかとかいう変なこう自信が、まああったというか若さというか、それだけですね。まあだから行ってびっくりというぐらいか、行ってどうしようっていうのもありましたけどね、最初は。一番びっくりされたことは何ですか？まあ先ほど言ったように、で、時間のスピードですね。やっぱりスピードが全然日本と違うというのと、まあその工事のクオリティが違うっていうのと、まあ全然その人間の職人さんもすべて、まあ全然違うというか、心構えも違うというか、まあその辺の戸惑いですね。例えば具体的に言うと。まあまず時間通りにできない。まあ工事に関してはですね。あとは職人さんのクオリティが悪いので、まあ逆に言うとこれ自分でやった方が早いんじゃないのっていうところもあるような人がいると。まあそれは当然人件費にも絡んでくるんですけど、まあ、そこがちょっと結構大きかったかなというのがありますね。うん。そうですよね。いや、じゃあ、今のこのはい。仕事に携わるきっかけっていうのは、もう仕事が終わりになって来られたって、先ほどご縁があってっておっしゃってたから。まあ、日本でこの仕事っても結構厳しい業界なので、それはその、生活の面も、給料の面とかいろんな面ですね、仕事の環境に。で、まあ、それで、この先、この仕事をずっと日本でやっていくときは、もう大体先が見えてくるというか、ちょうどそれに差し掛かってたこともあって、じゃあこれから自分が何しようかっていうところですよね。だからここで一息入れて、まあじゃあ日本、福岡に帰るかとか、じゃあ次自分でどっか独立するのか転職するのか、いろいろ、あれはあると思うんですけど、まあその中で、ちょっと海外で仕事してみようかっていう、まあ簡単な発想の中で来ちゃったもんですから、最初何もビザもできないし、わからなかったし、まあ英語も喋れなかったとか、まあそういうレベルでちょっと来ちゃっただけなんですね。たまたまです、本当に。いや、ビザもなかったし、英語もできなかったし、でもたまたま来たっていうのはちょっと合わないワードがいっぱいいやいや、並んでるんですけど。そうなんです。だから、今の時代だとちょっと考えられないんですけど、ニューヨークちょっと行ってみようかって言って、仕事探してみようかって言って探したら、偶然拾ってもらって、で、ビザもサポートしてもらって、でも、ただそれだけです。それで来ちゃったっていう。うん。じゃあ最初はなんか視察みたいな感じだったんですか？それとももう行くぞっていうことで荷物も全部済むっていう思いでいらしたんですか？いや、まずは仕事ちょっと探してみようかっていう単純な考えで、こう、一週間ぐらいニューヨークをで、こう、会う人にこう、まあ、日本にいた頃のつてもあったんで、会う人に仕事したいんだけど、って言って、紹介で、で、その時の、モンドデザインという会社に拾われたと。それだけです、本当に。だから、普通の手続きの取り方と違うので、今考えるとむちゃくちゃ無謀なんですよね。考え方が。勢い大事ですよね。いやいや、もう勢いだけしかないです、あの時は。だからその先どうなるかも分かってないので、行ってから困ったっていうのがうーうん。ん、まあ、その最初が順調じゃないので、1年、2年、3年ぐらいはもう結構お大変でしたから、まあ仕事を逆に覚えるというか、ことの方が大変で。なるほど。はい。日本でこう、積んできたキャリアはいがはいはい。アメリカに来てゼロになったみたいな感じですか？もう本当ゼロからうん、スタートみたいな感じでした？そうですね。ゼロ、もしくはマイナスからですね。うん。うん。マイナスからです、本当に。マイナスっていうと？いや、もうだから、生活基盤もないですし、言葉もないですから、そこだと、まあ、まずゼロの前からそこまず構築しなきゃいけないじゃないですか。だからお金をもらうことから始めなきゃいけないので、だからすごいお金、今言っちゃいけないですけど、アルバイトみたいなこともやってましたし、自分の本業じゃお金もらえる、給料も安かったんで、うん。で、そこから、で、仕事も覚えなきゃいけない。まあでも言葉も覚えなきゃいけないってなると、もうそこゼロ以下なんで、そこからは、まずは、そこからですね。いきなり。はい。それでもはい。ニューヨークに居続けた思いって何だったんですか？いや、ただ単純に帰れなかったっていうだけですね。もう、いや、毎日帰りたいと思ってます。最初の頃ですね。へえ。うん。
そうなんだ。そうです、そうです。あの、普段そんなあんまり顔に出ないんで無表情だからなんですけども、心の中では僕はやりたくてしょうがなかったですね。毎え、日。ええでも帰れないっていうのは自分に貸してたから？いや、まあだからまあある程度自分で調子に乗ってニューヨークに行っちゃうんで仕事するとか言って帰っちゃったもん、行っちゃったもんですから、帰ってどうするのとか、帰ったら友人たちに何て言うのとか、そういうのもあるじゃないですか。そういうなんか見栄みたいな、恥みたいな。だからそれだけです、単純に。あ排とはも水の陣でいらっしゃって方ですね。だからもう、あとは惰性でこっちに残ってたっていうか、もう残ったもん勝ちじゃないですけど、今は結果的に。はい。すごい、そんな過去があったなんて長い間知っていますが、お首にも出されないし、いやいや、うん。あまり言えることじゃないですよね。だけど。いやいやいや、すごい。で、あのね、日本だと、はい。コントラクター、デザイナー、はい。で、そしてコントラクター、で、あとはアーキテクトっていうような、アメリカだと今言った4つぐらいに分かれるのかな。でも日本のはい。仕組みとちょっと違うじゃないですか。そうですね。日本は、まあ、あるところ、まあ、似たような人間はいますし、似たように使ってますけども、一つ一つの手続きなり、一つ一つのその流れが早いというか、動きが早いので、あとはまあ、検査とかのその間に入るステップっていうのがちょっと日本の方が少ないっていうのがありますので、そういう意味では、それが一つ一つ短く短くこう、つながっていくと短縮されて早く終わっちゃうっていうところもありますし、皆さんその仕事に対するスピードも速いですし、24時間の時間の使い方も全然違うので、まあそういう意味では、まあ時間の流れ、時間の使い方が違うというのはまず一つうん。だと思います。うん。はい。ニューヨークと日本ではですね。なるほどはい。ね。で、今、鶴田さんはデザイナー兼はい。ゼネラルコントラクターということです。まあ、やることは一応基本的にはデザインをして設計をして、それを施工業者につなぐというところが一つと、施工が始まったらまあ設計管理って施工がちゃんと行われているかを見るというのが、うん。まあオープンまで面倒を見るというのは一つのポイントになりますね。うん。はい。デザインしてからの総監督みたいな。まあそんな感じですね。まあ当然施工会社には施工の監督をする人間がいますので、彼らがまあ基本な中心になってますけれども、彼らがちゃんと働いているか間違ってないかっていうところ、まあスケジュール的なものもちょっとたまに見ますけども、まあそこはまあ僕らでできること、時間を詰めることもできますけども、まあ現実的に物理的にできないこともありますので、まあそれはあるとしても、まあ無駄なく時間が進むように管理するというのが一つのまあ僕ら、まあ当たり前のことなんですけど、当たり前のことがちゃんと当たり前にできているかを見るっていうのが、こっちの仕事ですかね。そうですよね。日本はい。の当たり前は全然こっちの当たり前じゃないですもんそうなんね。です。はい。ねえ、だから、そこがポイントなんで、いつもねのことで。え、はい。任せてたら本当に全然進んでない3ヶ月とかね。はいはい。どうなってんだって言われますけど、僕もどうなってんだって聞き返してるんですけど、もうだから説明するのが逆に大変なんですよね。うん、そうですようん。はね。い。やっぱりその日本があまりにもきちんとされていらっしゃるから、こっちでそれを求められても、てんっていうのはもうこちらの常識になってるっていうこと。そうですね。うん。まあ、アメリカだからとか日本だからっていう言い訳はしたくないんですけども、やっぱり一人一人の意識的なもの、責任感というか、まあ、クライアントに対するニーズっていうのは、まあ、わからないっていうのが、分かってないというか、まあ、鈍感なのかもしれないんですけど、クライアント、使ってる業者さんとかいうのは。うん。だから、なんでしょうね。まあ、それをこっちがめんどくさくなるぐらいしつこく言うか、まあ、こちらでうまく根回しするかっていうところですけどね。いつも、毎回やってることは。だから大変といえば大変ですね。そこは本当にもう腕の見せ所っていう風になってくるんですかね。いやーなかなかね、向こうは向こうの言い分もありますから、それをうまくごまかして、あとは、こちらの方でうまくこう、スケジュールが、そのタイミングに合うように、こちらで動かすというか、
っていうのがありますね。あれね、本当に大変ですよね、鶴田さん。私も、いえいえ。すごく経験あるのですごく怒れば帰ってこないし、いなそうです、そうです。くなるし、期待するとこっちもがっかりするし、ね、かといって、機嫌、まあ、大きな声出したらもう次の日から来ないだろうなとかもあるし、なんかこう、優しく言っても動かそうないなんですよね。時もあるし、はい。まあ、呼ぶのはいいけど、呼んだら全部、チャージされますからね。その分。いや、で、お前が終わってないんじゃないのって言っても、それ逆にチャージされちゃって困るんですよね。ね。いや、週末あるだろうって言っていいですよ。1.5倍、2倍になりますけど、日曜日働かせますみたいな時もあったりしますよね。そうですね。だからその辺がちょっとショックを受けるというか、かなり困りますよね。ねえ。いや、もうそい、う考えると、やっぱり日本の方たちの民度高いから、そうです、そうです。そうです。ね、寝ずに頑張る。いや、こっちはみんな寝ますからっていうことですよね。途中で帰りますからね。本当ですよね。本当ですよね。なるほどね。でも、その中でも私、やっぱり、その、鶴田さんの手がけている、デザインを拝見させてもらって、やっぱその、オペレーション寄りかなって、私もね、一緒に仕はい事をさせはいはい。ていただいたときに、結構そのオペレーションの話をしてくださるので、出来上がったときに使いやすいみたいなことが多くあるんですけど、それはやっぱり鶴田さんが心がけてることなんですか？そうですね。まあ、それ一つ、やっぱり出来上がった後もそのアフターケアっていうのがありますので、その後時にかなりいろんなこと言われるじゃないですか。これが良くないとか使いづらいとか。それはもうフィードバックして次に生かさないとあんまり意味ないですし、まあ、工事中のことの問題もそれも同じことなので、前回こういうことがあってこうなったなと思えば、次はそれを解決する方法で作らなきゃいけないっていうのもありますから、まあ、それはだいぶ心がけてますね。で、まあ、デザイン上といっても、僕らが考えているのは、まあ、ある意味さっき言ったその予算的なものと工事期間のものっていうものがありますので、それも加味した上でデザインしていくところもありますし、まあ、あとはテナントとビルディングの間のその設備上の問題、その排水口とかいろんな空調とかの問題があるので、それもあまり負担をかけないような、要は難しく考えない。こうしちゃったらこんなに時間かかってお金かかるよっていうことができないような、ならないようにも前もって調べるというか、下調べというか現場の、それをもうちょっとまあかなり、時間をかけてやって、現場が始まって途中で、おちょっと待って、これ問題が起こったらって止まることが多いので、それをなくさないといけないっていうことを考えてますね、だいぶ。まあそこが日本で言うと、まあ始まる前の段取りという言葉なんですけど、準備期間という部分では結構考えるというか、業者と打ち合わせをすることは多いですね。A でやったらどうなる、B でやったらどうなるっていうような、まあ、例えを考えて話をすることは多いですね。はい。それは予算というか見積もりを取る前の作業になるんですか？そうですね。まあ、見積もりを、大体これでいくらかかるっていう問い合わせもしますけど、これやったらお金かかるよねっていう聞き方をしながら、あの、何ですか、業者と話をしたり、自分に想像しながら、やっていくというか、それはやりますね。ただ、それで、大事なそのデザイン的な部分が、あの、悪くなるというか、ちょっと抑え込まれてしまう。設備、そっち側のよりばっかりになって、デザイン的なそのクリエイティブな部分が抑えられるとなると困るんで、そこのバランスっていうのはちょっといつも難しいところなんですけどね。う結果的に。はーん。い。そう、本当に、だからデザイナーさんっていうと、やっぱりこうデザイン的なものっていう外側だったりとかっていうのでね、外見でどのようにお客さんが入ってきやすいかみたいなことに考えがちなんですけど、鶴田さんの場合は、中での、その働く人たちだったり、メンテナンスだったりっていうのを考えはい。たりするのが、私は本当に大きな特徴かなっていうのに思っているんですよね。でも、ほら、法律もあるじゃないですか。で、はい。はい。行く人たちも、そんなに、
大きい方もいらっしゃったりとかするし、とかっていうのもありますよね。そういったところは、どういうふうにお考えというか、どういう経験がありますか？やっぱりその、オープンしてからの問題っていうのは、大体オープンして2、3ヶ月後は結構上がってくるんですけど、その時にやっぱり壊れたとか、その、なんていうんですかね、そのなんか、キッチンのが、なんか水が漏れたとか、まあいろんな問題が起こるんで、それの解決する段階で、この時どうしてたのかっていうのが、まあ、大体記憶とか、まあ振り返れば、まあ写真とか撮ってますんで、わかるので、それをまあ改善する方法を、まあその現場で考えながら対応していくというのが大体いつものパターンですよね。で、それが次の時のお店、まあ次のお客様でもそうですし、まあ、同じお客さんで次の店舗やるときには変えていくというか、まあ、うん。それは大体、こちらから提案していくっていうのが大体いつものパターンですよね。はい。うん。開けてからじゃないとわからないこうん、ともあれば、開うん、けたらもう触れないので、うん。最初から絶対決めておかなきゃいけないことはいはいはい。としたら何ですか？まあ、やっぱり設備絡みですよね。やっぱりどうしてもその空調とか、結局、開けたら結局、暑い寒いとか、よくあるパターンですけどね、これが。で、エアコンが全然効かないとか、で、どうしたらいいってなると、まあ、予想外に客の席数が多くて、要は容量が足りてないというか、まあ、要は予想外にっていうのがあるので、それは前もって、だいぶ調べますね。計算するというか、相談して。で、そこでコストがかかっても先にやっとかないと、後から追加でなかなかできないことですし、その全体的なお店の雰囲気も崩すこともあるので、そこはその設備絡みでもう後戻りできないようなところでも先にかなりこう、説得はしますね、お客さんと。予算がなくてもですね。っうん。ていうのは、後でビルディングに迷惑かけることも多いので、それで。ありますね。そうですよね。はい。やっぱり、空調もそうですし、そのビルディングが持ってるキャパみたいなのもあったり、はい、はい。ね。で、それを最初の方に、言っておかないと、追加なそうですね。かなかできないですし、それに関して、じゃあ営業停止してやらなきゃいけないっていうことにはい。なりますもんね。開ける前にできることをやっとかないと、開けてからできないことも多いですし、そうですね。そこはちょっとだいぶ調べますね。意外とそういうの知らずに借りられる方も多いので、そこは借りる前から結構注意することもありますね、やっぱり。は事前い。に内見とか行って、そうはい。いうキャパっていうのはビルディングに聞けば教はい。えてくれるもんなんですか？そうですね。聞く人によります。うん。だからそれが不動産屋さんなのか、ビルディング側のブローカーなのか、あとはビルディングのスーパーなのか、マネジメント会社なのか、まあビルディングのアーキテクトなのか、エンジニアなのか、まあそのクライアント、家主さんの方の会社の規模にもよりますけど、全然わからない人もいますし、自分で調べてっていう人もいますので、もう自分で調べてって言った場合は僕らはもう業者を連れてって、全体的に全部見て回ります。うん。まあ、それはそれなりにお金もかかりますけど、人を呼ぶんで。うん。だけど、まあ、その前にまず事前にお客さんが何をやりたいのかっていうところから何が必要なのかっていうのを僕らは大体考えますので、で、そこからですね。だから、皆さん気持ちに前向きになってお店を探していらっしゃるので、で、物件気に入ったらもうここだって言っちゃうんですけどね、ここを借りたいと。ただ、物理的な問題っていうのは全然誰も知らないですし、蓋を開けたら借りた後に、ちょっと電気が足りませんよとか、ここは逆に言うと飲食できないとこですよっていうところまで下手すればありますし、でも契約した後ですので、僕ら何もできないですし、お店を建てるにはもう、ここから3年ぐらいかかりますよとか、当たり前にありますので、そうするとその間3年間空家賃払っているという現実ですから。ガスが通ってませんよ、通りませんよはい。とかね、ありますよね。でそれを借りる、まあ最近は減りましたけど、昔はよく借りる前にそれで借りてから分かって大変なことになってるっていうクライアントもよく見てましたので、
まあ、それがないように僕らは事前に、物件を見させてもらうというか、まあ、一緒に物件を探すというところまではやらせていただいています。はい。やっぱり鶴田さんからすると、最初からもう内見の決める前から、ちょっと一緒に行かせてよっていう方がいいですか？うん。大体こんな物件が、まあ、例えばそのクライアントが、ニューヨークの街を物件探して歩いてて、偶然見つけたと。で、この見つけた住所はここなんだけど、これどう思うって言ったら、まあ、その住所だけでも情報があれば、ある程度のことは調べることできますので、まあ、そういう感じの中で、じゃあ今度内見一緒に行ってみようかと。まあ、例えば、多分問題ないと思いますよっていう話があれば、次見に行くことも全然可能ですし、まあ、そういうステップの方も多いです。お客さんですね。はい。今、鶴田さん、素晴らしいことをさらっとおっしゃいましたけど、やっぱりね、お客様によっては全部見てくださいって言って、そんな暇はないし、そんな時間もないから、やはいはい。っぱりある程度、オンラインで見れることも今の時代、特に多くないそうですね。ですか。ね、はい。だから本当、特に初めての方って、エリアも決まってなかったりとかするから、もう、まずそこをまず絞って、真剣になった、もうこれはもう、レターオブインテンションというかね、出します、もう申し込みますって言ったぐらいに絞って来てくださいってさはっきり言っとかないとみんな来ますから、これも見てください、あれも見てくださいってなると思うんです。だから、どこのところで LINE を引いてくれたら助かります？まあ、当然日本から来られる方は時間がないですし、見る数も減りますので、まあ、当然立地もわからないですし、場所もわからないので、なかなか難しいとは思うんですけど、まあ、大変だと思うんですよね。日本から物件探しに来る方は、特に冬は寒いですしね。まあ、まずニューヨークに彼らが来ていただいて慣れてもらって、まあ、昼夜歩いてもらって、まあ、どっかで食べてもらって、自分たちがやりたいことがどこに適してるかな。まあ、感覚でもいいんですけど、直感でもいいんですけど、まあ、思っていただいて、その次のステップとしては、じゃあこの辺で物件を探してもらえないかっていうのを不動産屋さんにまあ、聞いてみると。まあ、お店の大きさとか予算もあるでしょうから。で、まあ、ニューヨークの相場もありますので、まあ、まず不動産屋さんに相談してみると。で、その物件で何件かも多分上がってくると思うんですよ。で、それをまあ逆に受け取ったら、これどう思いますかってって僕にメールでもしてもらえれば、そこから僕調べますので、お店を作る立場としていいか悪いか。まあ、立地とかお店が建ってたらうまくいくかいかないか、ちょっとまた時の運もあるんですけど、お店を立ち上げるためには何が必要になるか、ここはっていうのがわかりますので、そういうアドバイスの仕方はできると思います。で、プラス、まあ、ローカルの人間から見てこの場所はどうだっていうところのアドバイスもできますけども、まあ、過去、クライアントでやっぱりね、アメリカ人のクライアントもいますけども、なんでこんなとこでやるのって言って開けて大成功してるやつもいますので、あえてそこまで言わないんですけど、僕も、ここは良くないよ、物件的にはっては言わないんですけど、ので、まあ、何が成功するかわからないのにニューヨークですから、そこは言わないけども、まあ、物理的にどうかっていうのは、アドバイスはできします。うはい。ん。特にそこの場所がレストランとして過去にやったことがあるかとか、ね、実際できるのかどうか、許可が取れるのかどうかって言ったことは、鶴田さんの方で、調べられるっていうことそうですね。ね。はい。でね、やっぱりそれを知らずに、あるいはやらずに、もう決めてしまった後に、いや、ここはレストランの申請取るのに何年もかかるよ、なんていうことも過去にはあったと思うんですね。で、はい。そういったことも結構、アメリカあるあるだし、特にうん。ニューヨークは、グランドファーザーローみたいなのがあっうん。て、グレーな部分だからこそ、ちょっと変な部分っていうのもあったりするじゃないですか。はい。そういうのちょっと教えていただけます？グレーな部分というのは、まあ、なんでしょうね。うーん。まあ、昔、ここ飲食をやって、まあ、パッと見借りるときなぜかオフィスだったりするとこもあるんですけど、あの、でもその前はレストランだったと。
いう時があるんですね。で、いや、これどっちなんだろうと。レストラン使えるのかなとか。だから、そこはまあ、曖昧なところなんですよね。だけど、まあ、コマーシャルスペースとしていいんだっていう話で言って、まあ、勢いよく開けて、うまくいけばオープンできるんですけど、たまに開いた後に、まあ、ちょっとしたそのクライアント、隣のネイバーのご近所の方が、ここは昔レストランじゃなかったとか、なんかそのちょろっと情報が役所の方に入っちゃうと、ちょっと営業停止になったりするグレーの部分がはっきりしないところがあるので、そこの解決が、なんかその証明できるものっていうのを、昔のその雑誌でもいいですし、なんか、そういう広告でもいいので、そういうので、ここはレストランだったっていう証明があれば、なんとかなるっていうところはグレーな部分、はっきりしないところですかね。その逆のバージョンもあるんですけど。うん。今レストランだったけど、実はここレストランは使っちゃダメだっていうこともあるんですよね。おー。で、それで理科が取れないとか、そういうこともありますし、だから例えばカフェはいいけど、飲食はダメとか、そういうこともあるので、まあその辺が、まあ要は、ビルのこちらでいう COO っていうものがない物件も多いので、その時にグレーゾーンですよね、はっきり言って。はい。だからその辺がかなり今、厳しくなってきて、その過去を証明しなきゃいけなくなってきてることも多くなってますし、だいぶ、今デジタルのレコードデジタルでレコードっていうか、記録保管できるようになっているので、まあ、単純に2000年、西暦2000年の情報なんか意外と簡単に手に入るとなるうん。と、もう要は25年前の物件はそこの場所何だったと分かるような状態になってきてるんで、最近そのグレーなことができなくなってくるというのが、はっきり正直なところなんですけどね、今。あとは、え今最近こちらで面白いのは火鍋屋さんっていうのが多くなってきてますけども、火鍋屋さんでそのテーブルの中で、テーブルでクッキングをして鍋を食べるんですけど、あれは、じゃあ焼肉みたいなカテゴリーに入っちゃうのか入ってないのかによっては、うん。給排気の問題が出てくるんですね。うん。要は、焼肉は給排気として換気扇を全部テーブルの上につけてるじゃないですか。じゃあ鍋はどうなのっていうところなんですよ。で、鍋だから、湯気なんで、はい。その、要は焼いてに煙を出してるわけじゃないので、給排気いらないんじゃないのっていう話もあれば、いや、各テーブルつけなきゃいけないっていう、で、2通りあるんですよ、お店の中も。つけてるところとつけてないところ。で、そこがもうグレーなんですね、思いっきり。うん。だからもう設備のエンジニアに聞いても、はっきりしないというところが今ちょっと、今のトレンドとしてはそこですかね。だから火鍋屋のポイント。なるほどね。なんか昔はその火が見えるか見えないかみたいなアーギュもあったじはい。ゃないですか。ピザなら火がないからとか、なんかでも火がこう見えるので、じゃあガスで炊くご飯のあの種火はどうなのとか、こう見たら火そうです、そうです。とか、そんな感じですよね。そうです。だから、もう単純に安全牌で行くんであれば、もう換気扇の下でちゃんとまあ、換気扇をちゃんと作って換気扇の下で調理してるっていう状況を作った方が、まあベストなんですけど、要はそこに大きなポイントは設備的に予算がかかるということで、もう皆さんちょっと躊躇しちゃうんですよね。そうですよね。どんどんやっぱり法律も変わってくるじゃないですか。前はこうワックにしても火を見せてもよかったけれども、そこにははい。ガラスをつけなきゃいけませんはい。とかね、焼き鳥でもそういう絶対ガラスをつけなきゃいけませんみたいなのも昔はなかった法律だけど、どんどん出てきたりとかっていうこともありますもんね。そうですね。うん。自然環境の問題とか、うん。排気の匂いの問題とか、そういうのだいぶ変わり厳しくなってますので、そこはちょっと日本と違うところで、日本はなんかいきなり剥き出しで換気扇で外にこう焼き鳥の匂いを出してるっていうところが多いですけども、匂こっちはちょっといでするみたいなね。いいマーケティング戦法みたいなね。はい。それも100%できませんので、全部、煙突を上まで上げなきゃいけないと。だから高層ビルの多い地域では上げられないとなると、また違うシステムになると。で、それはじゃあ、すごいお金かかりますよっていうのは、まあ、理解できない方多いので、
そうなんですよね。これ、はい。皆さんね、これ、本当に知らないかもしれないんですけど、高層ビルの中で真ん中に、例えば6階で、隣のビルが50階で、隣のビルが30階だとしたら、煙突は50階まで上げなきゃいけないっていうことですよね。そうですね。そうすると、その12-50、50-12で、ワンフロアで$3000じゃもう効かないですかね、今だと。聞かないですね。今は全然聞かね。ない。もう、上げることよりも、もう、店内でその、うん。換気システムをつけて、外に吹き出すような形。もう匂いと全部フィルターをで通して、っていうのが、まあ、主流になりますね、今は。ね、これからだと、もうガスは使えなくって、これから新規でやるところはガスじゃなく、うん。IH はい。にするっていうふうに、まだ、その、コマーシャル、まあ、飲食店に関してはガスでも全然問題ないんですけども、まあ、レジデンシャルに関してはもうほとんど今、インダクションという IH のレンジになるというのはもう決まってますね、今は。ただ、まあ、時期にレストラン、コマーシャルもなるんじゃないかとは思いますけども、どうしてもそうなると火力の強い料理、まあ、要は中華料理とか、まあ、日本食もそうなんですけど、ちょっと辛いところもありますし、まあ、インフラ的にその電力が足りないビルが多いですので、その辺のアップグレードっていうのもありますので、まあ、ガスもそうなんですけど、だからなかなか飲食、まあ、日本食に関しては、ガスとか、その、なんていうんですか、かなりこう、容量が必要になってきますので、電気にしても。なので、その分、一般の別の洋食屋さんに比べてはお金がかかる。まあ、うん、時間もかかるっていうのはありますね。はい。そうですね。やっぱり、州外で考えると、ニューヨークは電気がすごく高い。けはい。れど、これがテキサスだとか、アリゾナだとかだと、ガスの方が高くってとか、あるいはできなくてとか、電気の方が全然安いんですっていうこともあるので、やっぱり、モデル店一軒でやめるのか、それともそこからチェーン展開していくのか、フランチャイズ展開していくのかっていうことでも変わってくるとは思うんですよね。そうですね。やっぱりそういう意味では、そのフランチャイズ店に考えるんであれば、その辺のキッチンのシステムっていうのは、まあ、A タイプ、B タイプっていうぐらいのパターンを持って、まあ、それもガスなのか電気なのかっていうところで、まあ、最初に持っといた方がいいのかな。それがまあ当てはまるかどうかっていうのはまず一つの出店のポイントになるかなっていうのがありますね。はうい。ん、そうですね。先にそはい。れお願いしておいたら、フランチャイズやるときにも、もうタイプがあるんでっていうふうに逆に言えるので、そうなんですよね。はい。強いですよね。で、まあ、物件のサイズもそれでかなり探しやすくなると思いうん。ますからね。はい。そうですね。そうですね。デザインが一貫してるっていうところでも、厨房がもう決まってるっていうとはい。ころでもね、それははい。フランチャイズさんも喜ぶし、不はい。動産のオーナーさんも喜ぶ感じになりますよね。そうですね。はい。それはあると思います。うん。はい。いや、まあ、地方は特に、まあ、業者に関してもマテリアに関してもかなりスローになってきますし、クオリティも悪くなってくるというか、うん。まあ、ローカルの人間を雇わなきゃいけないとか、いろんな法律も変わりますので、まあ、そういう意味では、まあ、A タイプ、B タイプ、まあ、あとは各地方でのその人間、まあ、ローカルのアーキテクトなり、コントラクターなりの人脈っていうのは、まあ、探すのがまず優先になるのがポイントになると思いますね。はい。そうね。その中でも、電気のアンプが必要、ガスこれぐらい必要っていうのが厨房も分かってて、で、それがまとまってあると、はい。で、それにフォローしてやってっていうことになるから、いくらそうですね。地方の方もそれも助かりますよね、実際ね。そうですね。フランチャイズの方は特にそれで予算が分かりやすくなりまうん。すので、助かると思います。はい。ね。ちょっと話は戻すんですけども、はい。ニューヨークだとはい。1年で、はい。潰れちゃうはい。お店はい。10%。しかもその中には、開かずに閉まる。グランドオープうん。ンせずにうん。閉まってしまうしかないっていうところも結構見てきましたが、うん。許可の問題ですよね。そうですね。許可とその間に対する資金繰りだと思いますね。やっぱりクライアントは、そのフリーレントの問題もありますし、家賃の問題もあるので、店が開く収入がないまま家賃ばっかり払って、そのまま工事費も払えなくなって、業者も戻らなくなり、
工事もストップして、家賃も払えなくなって、もう逃げるか、ギブアップかっていう。まあ、要はもう交渉して辞めるかっていうところですよね。はい。これ、全然新しい話じゃなくって、結構普通の話じゃないですか、ニューヨークだと。ではい。も、日本から来ると、そこがわからないから、あの業者さんが仕事してないんじゃないか、みたいなことをおっしゃるうん。方もいらっしゃったと思うんですけどね。そこのプロセスというか、なんか、そうじゃないんだと。やっぱり許可。でも、アメリカ全土において、政府はそんなにきちんと働いてくれないっていうこともありますけれども、うん。事前にそれを防げることだうん。ったりっていうのがうん。さっきおっしゃったそのちょっともうオンラインで分かることだからっていうこともあるとは思うんですけど、実際これ本当に日本から来たばっかりの方たちが一番理解できないことだと思うんですよ。なんで許可取るのにこんなに時間がかかるんだ。なんでこれが来ないんだとかっていうのうん。は、うん。鶴田さんからのアドバイスとしてどうおっしゃいます？うん。いや、どうというか、いや、まあ、頼んではいるけど、結局人間の働く時間がまあ9時5時なら9時5時しかないので、まあ、日本人の働いて、どうしても今日まで行って今日までに間に合わせるという気持ちがないですから、いや、まあ、大体2週間から3週間かかりますね。ただ、本当にそれぐらいか、ちょっと伸びるぐらいっていうふうに見てますので、まあ、僕からアドバイスとしては、気持ち的に余裕を持っといてくださいっていうところでしか言えないですよね。うんうんうんはい。うん。ということであれば、やっぱりその契約の時に、はいはい。そういうこともあり得るんだよっていうことを知ってるか知らないかで変わってくると思うんですね。だからそのビルディングにもよるじゃないですか、これって。だからはいはい。ビルディングオーナーさんと契約されてるわけだから、こういう許可問題とかっていう私たちにコントロールできないことが起こっているときは、例えばオーナーさん協力してねなのか、そういう許可が下りるまでは、フリーレントくださいね、みたいなことを入れておくとかっていうことも重まあはい。要かもしれないですね。当然それはもう言わなきゃいけない。まあ交渉できるものは全部交渉に入れると。まあ言ったもん勝ちというか、言うだけただじゃないですけど、正直に言って、で、まあ、僕らも、マイナス的じゃないですけど、ネガティブに取られることが多いんですけど、まあ、リスク的にはっきりと言うんですね。こういうことになったらこうなりますよ、遅れますよ、これぐらいかかりますよ。それ、なんでそんなにかかるのって言われるのが普通なんですけど、でも、正直に言っているので、まあ、あまり僕もおべっか使えるタイプじゃないですから、はっきりと言うんで、まあ、ネガティブに取られて、なんでこの人あんまりやる気がないのかなと思われちゃうこともあるんですけど、まあ、実際そうなんで、それよりもかかっちゃう時多いんで、まあ、それを、まあ、ある意味信じてもらえないかなっていうのは気持ち的になりますね。はい。大体うん。他社では、大丈夫ですよ、なんとかなりますよっていう人多いので、そっちはやっぱりそうなると、そっち信じちゃうじゃないですか。気持ち的に嬉しいので、皆さん。まあ、そうん。れでクライアントが離れていくことも多いんですけど、僕は。うん。うん。まあ、僕はできないことはできないと言いますし、うん。これぐらいかかりますっていうのも値段的なこともありますし、うん。はっきり言います。そうでないと僕らが困るので、逆に。うん。もう、下手すれば僕が板挟み状態になるんで、それは。業者とクライアント言ったじゃないかとかなるので、それははっきり言うんです。だから、そこの聞き分け、まあ、聞き方というか聞き分け方というかお客さんがどう本当に信じるか信じないかってところですかね。で、そうです。まあ、うん。クライアントも、まあ僕以外にも相談してる方もいると思うんですよ。いろんな方に聞いてどう思うとかなんだと。そこなんですよね。うん。そこで、いや、そんなはずないよっていうことを信じちゃうのか、経験値としてそっちを信じちゃうのかっていうところで、大体決まっちゃいますね。うなんか、ん。はっきりと。だからその人にどういう、なんていうんですか、今でいう根拠があってそれが言えるのかわかんないですけど、そっちを信じられたら僕も手が出せないし、うん。うん。で、その人とやってくださいって言うしかないですからね。そうですね。例えばやっぱり、あいみつを取った時に値段だけで見なくって、その実際にそこに何が含んで何にコストがかかっていてとかいうふうに、なんだろう、鶴田さんから見て、
ここ見た方がいいですよ。ここ考慮してくださいよ。みたいなことってありますか？見積もりですか？工事ですか？工事の見積もり、金両方、額的な。最初ははい。ペーパーじゃないですか。あいみつ取はいはいはい。る方たちっていうのは、まあ、あいみつ取りますよね。で、そこで、なんでこっちはこんな安いの？こっちは、ああ、はい。まあ、紙だけ見たら多分わからないですね。名前も英語もですから。だから、そこにやっぱり僕みたいじゃないですけど、わかる人間を一人入れて、間に入れて、その人に、まあ、レビューさせるというか、見させてどう思いますかと。で、そこで、この方はこれが入ってますね。この方はこれが入ってませんねっていう部分で、まあ、どこまでちゃんと見てるかっていう部分と、まあ、よく考えてらっしゃる見積もりだなとかいうのがわかりますので、金額は別として、その彼らはちゃんとここまで考えて見てるとか、まあそれは見積もりを取る段階で、まあ見積もり取るのも今日の明日で本当は現実的にはできないので、まあ例えば1週間、2週間ぐらい待った上で、例えば見積もりを取る段階で先方から質問が来るかどうかっていう部分も大事なことですし、まあパンと紙切れ1枚で出されるのか、例えば5枚ぐらいまとまってるのか、まあブレイクダウンがどれぐらいできてるかっていう部分で、まあ、それをまあ、第三者の人間にちゃんと専門家の人間に見てもらって、あ、こっちの方が大体妥当じゃないか、こっちちょっと安すぎる気がする、まあ、ちょっと高いんじゃないかっていう部分のアドバイスをまず聞くのが大事かなと。だうん、数字だけ見ると、どうしてもなんで高いのっていう話になるので、うん、内容ですよね。うん、うん。うん。だから見積もりを取る情報がどれぐらいあるかっていうのは、まあその図面がどれぐらいあるか。この図面のレベルだったらこれぐらいの見積もりじゃないかとは、まあ、詳細が分かればどんどん値段もリアルになってきますけども、もう時間がなければ、下手すればレイアウト1枚だけでこれで何もかかるって言われるんで、そしたらもう業者も分かんねえよっていう数字を出してくると思いますから、そうなったらもう業者と話してるフィーリングで決めるしかないと思うんですよね。うん、例えば、ちゃんと向こうが質問したことに答えてくれるかとか、適当にあしらうかによって、業者を選定するしかないと思うんですよね。うん。うまあ、あん。とは過去にその彼ら業者がどの店やったかっていう、まあ、そこちょっとポイントになるかもしれませんね。そうですね。はい。うん。素晴らしい。そうですよね。一番やっぱりその後始末というか、ここでね、これもついてくる、あれもついてくるとかって言ったところで、やめた、次の人とかって言われるのが一番困りますよね。やっぱりこう、走り出してからっていうのが。そうですね。結構こっちで多いのは、やり出してからこれがない、これがいる、これ追加でっていうのはすごい多いので、で、まあ大体そこが日本と違うところで、日本は金額が決まっちゃうともうそこの中で収めろっていうのが大体のパターンなんですけど、アメリカも追加なので、気づくと倍ぐらいの値段になってるのが大体アメリカのシステムですね。はねえ。い。うん。じゃあその中でね、ちょっとこれ、その中で、これは何ヶ月というか、もうあくまでの想定の上での見積もりなんですかとかっていう聞き方をした方がいいのか、こうなんだろう、これ他に追加って考えられますみたいな方がいいのか。まあ業者も経験がありますので、大体このプロジェクトでまあ見積もり図面を出すときに、大体工事期間どれぐらいかかりますかっていうのを聞いた方がいいですうね。んはい。で大体彼らも言いますんで、うん。まあ、4、5ヶ月ですかねとか、まあ、4ヶ月か5ヶ月かっていうところだったら、まあ5ヶ月ぐらいで見といた方がいいと思いますけども、大体は言ってきますね。まあ、うん。単純に1週間、2週間とは言わないと思いますうん。けども、はい。そうですね。いやー、すごい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 。やっぱり経験から生きてるお話なので、もう私も聞きながら、わかるわかるっていう感じです。それしかないですからね、僕はもう、経いやいやい験しか。やー、素晴らしいです。特に今、はい。日本から来ようとしている方々に対するアドバイスっていうのは最後にありますか？まあ、まず目的として何をしたいかっていう目的で来られるのか、ニューヨークでただお店をやりたいっていうのがちょっと違ってくると思うんですけども、うん。だからニューヨークで今流行ってるから、じゃあこのビジネスをやりたいっていうのか、うん。自分の強みを持ってやりたいのかによって、まあ全然熱量も違うと思いますし、あとは、当然お店を作るにはお金がかかると思うんですけど、まあかけ方もいろいろあるんですけど、
あの、目的がニューヨークにお店を出して成功させたいのが、ちょっとパターンが違ってて、日本の企業、自分たちの会社の日本のお店、ブランドのためにニューヨークでお店を一個やってみたいっていうのか、なんていうんですか、もう僕の人生ニューヨークしかないよって言って、ニューヨークに人当たり上げるために来る人なのか、シェフか会社、企業なのかに違うと思うんですけど、それでだいぶ熱量が違ってくるのと、予算も違ってくるのがあります。だから、僕らはどちらも応援はしたいんですけど、僕のクライアントって意外と個人オーナーが多いもんですから、本当にゼロから、もうアメリカンドリームを求めてくるような人が多いので、そういう人のが気持ちはお互い前のめりでいけるので、はっきりと目的を持って来てほしいっていうか、ニューヨークで自分がなんでこれやりたいかっていうのは、僕が言うことじゃないんですけどね。もう出ないと、すごい時間かかるので、お店開けるまでに。かなり精神的にダメージ食らいますので、折れちゃいますから、その情熱がないと多分持たないと思いますね。というのは、お店を出すの店の施工以外に、人の問題とか、会社の問題とか、住居の問題とか、健康、体の保険の問題とかいろいろあるので、そっちのがまず大事になってくることがありますので、出来上がったけど病気になったとか、ニューヨークに行って健康っていう保証もないですし、人を雇うとなると全然違いますし、何やるにもなんか弁護士いるし、人を雇わなきゃいけないですから、だから僕ら以外にもお金かかるというところを分かっておかないといけないし、結局自分で口座も開かなきゃいけないし、保健所の資格も取らなきゃいけないし、リカーライセンス取らなきゃいけない。自分の責任も結構出てきますから、その辺の覚悟がないと厳しいかなと思いますね。はい。そうですね。いや、本当におっしゃる通りです。さすがも意外と、お店を出す方にばっかり頭をが入れて物件っていう方多いんですけど、物件の前に他にやることはいっぱいありますから、そっちをまず調べて、食材の問題とか、う、手に入るか手に入らないか、手に入ってもいくらかかるかっていうコストによっては、じゃあなんでラーメンが20ドルなのかっていう部分とか、なんでお寿司がこんな高いのかっていうのが理由が分かってくると思いますから、最初は日本から来る、なんでこんな高いのこんなので簡単じゃんとか思ってくる方も多いんですよね。料理人の方は。だから自分が使っている食材がニューヨークじゃどうなってなのかとか。で、ニューヨークはシッピングされる食材とかお酒もどういう形で来てるのかとか、そういうのも分かんないじゃないですか。最初はクレジットで払えないとかもありますから、信用問題なんでね、ニューヨークっていうのは。だから、その辺がもうちょっと他にもいろいろ勉強というか、調べなきゃいけない。聞いた方がいいこといっぱいあると思いますので、そこをまず思った上で、あとは気持ち的に勢いだけですからね、最後は。もう本当に。やっぱり気持ち大事ですよね。うん。で聞いてると多分諦めたくなるんですよ。いろうん。いろと。うん。やっぱり無理かな。だから、それでもどうしてもっていう部分はもう情熱しかないと思うんですけど、あとは見栄を張らないことですかね。すぐ見栄を張ってお金使ってお店立派なの作るんですけど、うん。その1年持つかどうか保証できないですからね、店ができたら。だから、あまりそこに投資しないで、まずは出店することに目標を出して、で、その次、自分がやったことは絶対うまくいくと思っていれば、美味しいものを出していれば、次来ると思っていれば、次が来ると思います。大体みんなそんな感じなので、うん。うちのお客さんは特に、はい、お金がない時代に合ってますので、皆さ本当にお世話になっております。ん。いえいえいえ。本当にその通りですよね。皆さんコンセプトが素晴らしくって、熱が熱くって、こういうこと実現したいんだっていう方たちが、もう鶴田さんの手によって生み出されたみたいな20年っていうのを私は見てる感じだったので、やっぱ時代がついてきたものって多かったりするじゃないですか。なんかはい。ね、だからジュースジェネレーションさんも20数年ぐらいのお付き合いにそうですね、もう20、出だした頃ですか、20もう4年ですかね。ね。はい。ですよね。でもあの頃にジュースを食として、一食として考える方たちはいらっしゃらなかった。それこそ、はい。ね、刺身、ノーウェイっていう時代に野菜を一食として食べる、飲むっていうことはなかったわけで、とか、
はい。ね、なんかそういった、先見の目のある方たち、そして情熱を続けてきた方たちっていうところを、鶴田さんのデザインが象徴してるかなっていうふうに私は見てずっと来てますね。まあ、目的も彼らがはっきりしているので、まあ、こちらも作りやすいっていうのもありますし、あんまりとやかく言わなかったっていうのもありますよね、僕らに対して。うん。ちゃんと抑えてるところ抑えて。まあ、シェフがどうしてもキッチンを中心に考えちゃいますから、じゃあちゃんと使い勝手がいいのかっていうのを考えるし、経営者は経営者で、じゃあどれだけの効率っていうのを考えますので、その効率がうまくいってるかっていう予算的な問題。まあ、だからあとは雰囲気、イメージ作りですけど、それはまあ彼らが、まあ、彼らでまた別にその CI とかその辺のコンセプトありますから、そこから僕らも引き出すものもいっぱいありますので、それをまあもうちょっと膨らましてあげてる形にしてるっていうのはあります。だから特別なことをやってるとはないですね。クリエイティブなデザインがじゃあすごいのかって、まあそうは言えないと思うんですけど、まあニューヨークなので生き残ることがうん。大事なので、まず生き残ってもらわないと次は僕もないっていうことになりますので、なので、あの、いいお店ってすごい素敵なデザインしたお店っていっぱいあるんですけど、まあやっぱりすぐなくなったりしますから、まあね、喜ばれるのはデザイナーだけで、経営者が悲しい思いされることが多いので、まあそうじゃなくて、まあ共に長くね、生き続けていけたらいいなと思ってやってますから、そうしないと僕らも仕事つながらないですから、あの人がやったのにすぐ閉まるよねって言われるのが嫌だって僕は。うそん。う、やっぱり長くやっていただきたいのが一つ、僕の目標ですかね。はい。そうですね。いやー、はい。素晴らしい。やっぱり本いえいえ。当ね、ニューヨークに来ることも一つ、で、こう、開けることも一つ、そしてそこからメンテナンスして、そこからがもう本当の事業のスターそうト、なんですよね。はね、い。っていうところなので、やっぱその熱い思いなり、意志っていうものがないと、心折れちゃうし、士気そうですね。もね、なくなっちゃうしっていうところもありますよね。リースが10年ですからね。うん。ね。やっぱり10年も経つって結構大変だと思いますもんね。そう。で、日本と違って、やっぱり3%から7%の毎年上がそうるっていですよね。うこともありますし、あと不動産税とかもありますし、はい。ね、だからそこで1年、3年っていうハードルが高かったりとかっていうふうになってきますね。そうですね。その辺がちょっと皆さん契約の時見落とされる方がいらっしゃるので、その辺も契約上ちゃんと不動産税がどれぐらいかとかは調べておいた方がいいと思いますね。その通りですね。いやー、でも本当にこの工事、デザインっていうのは本当皆さん聞きたくてもなかなか聞きないし、どういうふうになってるんだろうっていうところだったので、はい。鶴田さん、貴重なお話を今日はありがとうございましいえ、た。とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございまはい。す。はーい。では、失礼いたします。はい、失礼いたします。